家族信託という言葉が最近取り上げられるようになってまいりました。今までは封建制度というものが国の中心になっておりましたけれども、その代わりとなるようにこの家族信託、正確に言いますと民事信託と申しますが、この高齢者福祉、あるいは障害をお持ちのお子様の将来の幸せ、このような福祉の関係に信託という法律が使えないかということで近年大変注目されております。日本では特に超高齢社会ということで、今はですね100歳以上の方が7万人を超えていらっしゃいます。そして皆さんお元気な方が大変増えてまいりました。でも60、70ぐらいで急激に認知症になられる方もいらっしゃいます。私どものお客様でも95ぐらいになりますと、今までお元気であってもう本当に大丈夫だろうと思っていた方が突然判断能力にですね支障をきたされる。私ども金融機関に勤めているものですと、通帳を昨日なくしてしまった、で通帳再発行するとまた翌日おいでになって全部なくしてしまったみたいなことが続くこともございます。お子様と一緒に店頭においでになられている、提供金の支払いを行いたいというふうにお申し出をお子様がおっしゃるんですね。でご本人様にご確認をしますと、どうも要領を得ない、払い戻しをするのかしないのか、あるいはお話をしていても堂々巡りになる、このようなケースが増えてきております。そうなりますと、判断能力がない方とご契約がすることができないというのが法律の建前でございますので、そうしますと預金の払い戻しができないということになるわけです。不動産の賃貸というのもオーナー様がご高齢であってご自分でサインができないとなると、契約行為が成立しないということになります。金融機関は判断能力がない方のお取引というのは極めて慎重になります。じゃあご家族の方ができるかというと、ご家族の方はオーナー様ではないのでその契約行為はできませんということになりますので、結局誰もできないということになります。不動産賃貸などの事業ができなくなるという問題がどうしても発生するわけであります。ご本人、そしてご家族など周囲にいる方が困ってしまいます。そこで何も対策していなかったんだろうか、後になってですね気づくということが大変多いわけでございます。そこで青年後見制度というのが日本にはございまして、本人を法律的に支援する制度でございます。本人のご意思を尊重して財産管理を行う、本人に代わってご預金を払い戻すことができます。介護施設や病院などとの入居の契約などもできます。この後見制度には2つ種類がありまして、1つ認知症になってから、これを法定後見制度と言います。認知症になった後にですね、自分の知らない人、弁護士などが後見人になってしまうことが多いです。後見人っていうのは、実は家庭裁判所が決めるんですね。自分の知らない弁護士などが後見になってしまうことが多いです。昔はご家族の方に後見人を指名していたところ、結果としてご家族の方々がどうしても親子間ですから財産管理が甘くなって使い込みが発生する、これが経済的虐待と申しまして、お父様お母様の人権が守られないということはまずいということで、弁護士や司法書士などの後見人を増やしたんですね。ただ最近はですね、やはりどうしてもそのご本人の意思に沿うのが難しいということで、またご家族の方に戻そうという動きがありますが、現実には、私業後見人が7割ぐらい、8割ぐらい、そしてご家族が1割2割という形になっているのが現状です。そうするとご自分の希望に沿えない財産管理が行われてしまうということがあります。認知症になる前ならばなんとかなるんじゃないかということで任意後見制度というのがあります。まだ判断能力があるうちにご自分の信頼できるご家族などを後見人にしますというふうに選んでいくことができます。この任意後見契約を結ぶことによって将来で自分が判断能力が低下した場合には、私の財産管理は私の長男、あるいは私の娘、あるいは長男と娘の複数みたいなこともできます。見ず知らずの弁護士先生ですとなかなかですね、お父さんお母さんのご希望に沿ったお金の使い方って難しいんですが、うちの母さんはどちらかというと食べ物はこういうものがいいし、旅行などもこういうことがしたいの、そういうことでお金を使いたいみたいなことができるのが、任意後見人のいいところです。ただしここも問題がありまして、実際に
ご家族が任意後見になった時には、任意後見監督人というやはり弁護士先生もしくは司法書士の先生を家庭裁判所が選定するんです。ご家族の上に任意後見監督人がつきます。そしてその上に家庭裁判所がつくというダブル構造になっているわけでございます。どちらにしてもこの後見制度というのは、その高齢者の方の個人の生活を守るということが観点でできておりますので、ご家族のために使うみたいなことはできません。例えば一家揃ってお父様が、クリスマスにはホテルでみんなでクリスマスパーティーをやろう、じゃあお孫さんのお食事代もみんな出してあげるからというふうにおじい様がなさっていたところがですね、後見人がついてお父様が自分で、財産管理ができないとなると、じゃあご家族のために全部出すということになりますと、それはご家族のお孫さんの食事代はお孫さんのお父さんお母さん、つまりお子様が負担すべきであって、おじいちゃまが負担するのはこれは後見制度に違反します。その分は返してくださいということに言われることがあります。このようにですね、非常に厳格な制度です。厳格でいいんですけれども融通が利かないという問題もあります。それともう一つの問題は、一旦後見人がつくと亡くなるまでは後見人は外れません。今制度改正で一時的に後見人を任命して途中で外すって方法できないかっていうんで検討してますけれども、今のところできません。毎月5万円、年間60万、10年では600万かかっちゃうというようなことがかかるわけですね。これは財産の金額にもよるんですけれども、もともと弁護士先生はどうしても収入が高いですから、このくらいもらってもまだ少ないっていうような方々なんですね。不動産賃貸業などの事業ができなくなる。不動産っていうのは古くなってくると大規模修繕かかるんですよね。屋根の防水で300万、一つお部屋が出ると内装全部チェンジしたら200万、ちっちゃなアパートでもそういうことあります。そういった時にお金を借りてその修繕費を充てる、それは後見人の範囲を超えてるわけです。そこで家族信託というのが出てまいります。後見制度に代わるものとしてご家族で同じようなことはできないかということで生まれました。信託というのはですね、簡単に言うとですね、不動産あるいは預金の表面的な名義変更です。つまり認知症の方のお名義ですと、これはもう動かなくなって凍結されちゃうんですね。でも例えば信じて託す、お父様お母様が息子さんやお嬢様一人じゃなくて、例えば両方に頼んでもいいんですけれども、この財産は君たちに託すから、奥様は旦那様に託してもいいんです。信じて託すことによって表面的に名義を変えるんです。そうすると凍結を防ぐことができるわけですね。これが家族信託です。そんなことして贈与税かかんないのみたいなことをおっしゃる方がいるんですが、ちゃんと国税庁の方もたまたま表面的な管理を任してるだけで、その利益を得てる人が実際の所有者と同じなんだから、お父様の財産ですから贈与はかかりませんよっていうふうにちゃんと通達がいっぱい出ています。例えばご預金でいうと、お父様が息子よ、私の財産をお前に託す、じゃあ1000万円ね、息子さんに託しました。僕が信託専用のお財布、実際には通帳のことですね、そこでお父さんの財産を管理するよう、僕の通帳には入れないでちゃんと分別管理をしますね。そのお金は私のために使うんだぞ、車買ったりしちゃダメ、使い方はあくまでもお父様の生活のために使いなさいっていうふうに信託契約書に書いておくわけですね。信託法という法律に基づいてしっかりとご家族間で契約ができる。その契約に基づいて金融機関も預金の払い戻しをちゃんと息子さんにして、息子さんはお父様にそのお金でもっていろいろなお小遣いを差し上げたり、生活費を差し上げたり、病院など支払いなども代わりにすることができるわけです。こういうのが信託ということでございます。家族信託とは名義変更です。あくまでも管理するための表面的な名義変更であり、実際にはお父様あるいはお母様のものです。ご家族で信託銀行ごっこをやるようなもんです。これはどういうことかというと、ご自分の財産っていうのは個人にくっついてくるんで、その方が判断能力がなくなるとその時点で管理できなくなっちゃう。ところがこの僕の不動産と預金1000万は信託財産ということにしましたっていうふうに国に登録するんですね。そうすると何があってもご家族の財産はご家族みんなで助け合って管理することができます。